はい、皆さんこんにちは。IGN ジャパンの今井です。今回はチャイナジョイの、チャイナゲームデベロッパーズカンファレンスの、パネルディスカッションとして、ニーヤの開発チームの皆さんに、来ていただきました。ということで、豪華なメンバーなんですけど、まずは、それぞれ自己紹介をよろしくお願いします。はい、スクエアエニックスの、ニーヤシリーズのプロデューサーをしております斉藤陽介です。最近ですね、モンスターハンターライズのハンターランクが230になりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。ニーヤシリーズのクリエイティブディレクターをやらせていただいている横尾太郎と申します。最近ハンターランクは70に到達しました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、インヤレプリカントバージョン 1.2247487139 のディレクターをしておりますトヨルジックの伊藤です。ハンターランクというかまだブラックへ終わってません。よろしくお願いします。はい、ニーヤリインカネーションでディレクターを担当しておりますアプリボットの松川大地です。ハンターランクはだいたい今150ぐらいなのでやってる頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ってことでね、いきなりモンスターハンターの話が始まりましたけどニーヤの開発の方々がこんだけ勢ぞろいするっていうことも非常に珍しいと思うんですが、今回はですね、チャイナの、ゲームデベロッパーカンファレンスということなんで、開発者向けの、トークをしていただきたいと思っております。ということで早速ですが、話に入りたいと思いますが、まずはニーヤのコンセプトを、最初に考えた当時を振り返って、横尾さんからオートマタ、レプリカント、さらにリンカネーションとこれほど、フランチャイズが追いつけてきたことに関して、どう考えていらっしゃるかってことをお聞きしたいと思います。どう考えてどういう気持ちだ。いや、良かったなって言って終わりですけど、そんな感じなんですけど、ヒットして良かったな、嬉しいなっていう気持ちですね。はい、ありがとうございます。単純に最初、このゲームの全体の世界観とか考えたとき、ここまで来るとはやっぱ思ってなかったですか？他であまり喋ってないこと言うのがいいのかなと思って、あと開発者さん向けっていうこともあるので、そのあたりお話ししようと思うんですけど、斉藤プロデューサーに持ってくる前っていう時があって、企画書を作った時にいろんな会社さんに持ってったんですよね。ニーヤの原型になるような企画書で、それ内容なんだかっていうと、アクション RPG の中央にでっかいフィールドがあって、周りにそのサブフィールドがあるような、そのゼルダのような作りのゲームを作りたいなと思って、そういうアイデアをいろんな会社さんに持ってったんですけど、ことごとく断られてですね。でもう本当にもう嫌気が、その当時コンシューマーの景気があんまり良くなくて、日本のであんまりお金が出ない時期に、これでダメならもう無理だし、コンシューマーゲームゲーム業界引退しようと思って、最後に持ってったのがスクエニさんで、そこでギリギリ通って良かったなっていう、今にして思うと、あそこで斉藤さんに拾ってもらわなければ僕は今頃ロバータの虫みたいに死んでたなっていうふうに思います。斉藤さんはじゃあ逆にその拾った立場としては、ここまで成功するっていうことは予想してました？ニーヤっていうタイトルに関して言うと、別に拾ったってイメージは全くなくて、どっちかっていうとドラッグオンドラグーンっていうタイトルがやっぱ素晴らしい横尾さんの作品として前にあったので、それとは違うテイストの横尾さんの作品を純粋に見てみたいなと思っていて、ニーヤレプリカントゲシュタルトっていうタイトルをやろうぜっていう形になれて、当時の中で別に失敗ではないんですけど、大成功したわけではなかったんですけど、やっぱ心に残る作品だなと思っていて、それをいつかもう一度やりたいなっていうのがあって、オートマタとかリンカネーション、スマートフォンのタイトルだったりとか、あとはレプリカントのリメイクって形、バージョンアップ版を出せたのは良かったなと思いますね。今となってはこんなに成功すると全く思ってなかったので、横さんはどうですか？成功すると思ってました？いや、全然思ってなかったですね。いや、ドラコンドラグーンは、当時予定されていた売り上げをちゃんと上げて、赤字ではないねみたいな状態だったと思うんですけれども、ニーヤっていう製品はどれぐらい売れるか全然わからない中、ドラコンドラグーンと同じぐらいの成績になって、でその後オートマタを出させていただいた時に、プラチナゲームズさんと一緒にやるから、そりゃもうちょっと良くなるよねってことで 1.5 倍ぐらい売れるんじゃないかなっていうふうに当時思ったんですけれど、結果的には12倍ぐらい売れてすごいびっくりしました。そうね、はい、大当たりですね。そうですね。これちょっと突っ込んだ話ですけど、斉藤さん的にはやはりその作品自体
っていう以上に、まあ、横尾さんのクリエイターとしてのなんかその可能性とかにかけてた部分はやっぱりあるんですか？横尾さんの作品が純粋に面白いし、自分には作れないものを作っている人と一緒にやりたいなっていうのはずっともうかなりもうプロデューサー歴長いですけど、ずっとそう思いでやってたので、そういった意味で言うと横尾さんとやりたいっていうものの一つの形がニーヤっていうものになったのかなと思ってます。そこで例えばそのビジネス的な判断とかをどう都合をつけるってことはやっぱ苦労されました？これ別にニアに限らずなんですけど、最初から当たるゲームもましてやその IP タイトルとして、例えばファイナルファンタジーですとかドラゴンクエストみたいにある程度、母数が見えるタイトルと違ってやっぱ新しいものを作るときって、言うてみるとその嘘で塗り固めてお金引っ張ってこなきゃいけないところがやっぱあるので、でもその中ではやっぱ自分の中である程度の確信というか、もちろんそのオートマタの大成功を初めから言ってしまうと、そんなの嘘だろってなっちゃうんですけど、例えばオートマタでいうと100万本やっぱり売れますみたいな話を会社にして当然開発費っていう予算を取るんですけど、そこに関してはある程度周りからは、ね、100万っていう数字は結構、それこそ横尾さんのとこからは100万はないでしょって言われながらも会社には100万売りますっていう話を通してで、自信というわけではないんですけど、100万売るためにどうすればいいかっていうことを自分の中ではある程度これとこれとこれを押さえていけばいけるんじゃないかっていう思いの中でやったので、それは結果として達成できたのでよかったなと思いますけど。なるほど。プロデューサーなりに組み立てるところはしっかりと。毎回嘘ついてますよ。最初のゲシュタルトレプリカントが、50万本ぐらいだったんですよ。そうですね。でそれが次にオートマタになります倍の100万本ですって言われて、それ嘘でしょっていうふうになるので、根拠示せみたいな話になりますね。よくて 1.5 倍が普通の数字でしょっていう話を斉藤さんにして、でも斉藤さんは100万いくぞって言うと、じゃあそれぞれ意見が違うということで終わりました。目標は目標なんで。はい。じゃあ次もうちょっと具体的な開発のことをお聞きしたいんですが、ニーヤは基本的に RPG をベースとしながら、アクション要素が強い形のタイトルだとは思います。開発会社が、結構タイトルごとに変わってきますが、アクションって非常にその開発者の手癖というか、癖が出る部分が多いと思いますが、そこの辺のコントロールっていうのをどのようにお考えでしょうか、横尾さん。僕そのアクションに関してはアクションというか基本のゲーム性に関しては現場が得意なものをお願いするっていうスタンスでいて、その無理なものをお願いしてもうまく作れないなっていう経験がずっとあって、で現場が得意で、例えばアクションが得意な会社さんだったらその会社さんが提案してくるものをなんとか仕上げるっていう形であったり、ソーシャルゲーム何本かやらせていただいてますけど、その会社さんであればゲーム性はその会社さんが得意なゲームでじゃあやりましょうっていう話で考えてます。そういう意味ではゲーム性を何か自分なりのビジョンがあってやるってことはまずなくて、基本は会社さんがやれること、特にプログラマーさんが得意としていることを中心に構成するっていうやり方でこれまでやってきました。そうするとやっぱりその世界観とかストーリーシナリオの部分はしっかりと自分で監修なされて、ゲームの遊びの部分は結構任せてると。そうですね。個人的な気持ちとしては全体がそこそこ出来上がればいいんじゃないのかなってずっと思っていて、そういう意味ではゲームもシナリオもアートも例えば UI とかも全部そこそこになるように努力してるという感じで、プログラムとかに関して言えば、基本はほっとけばそこそこになるので、なんか他でガチャガチャしそうな部分をコントロールするために頑張ってるって感じですね。逆にアクション部分とかゲームのプレイ部分で何かその特徴がある部分で、その横尾さんのシナリオとかの部分が少し影響されたりすることもありますか？フィードバックがある。全然ありますね。例えばゲームにそぐわないシナリオとかにしてしまうと、なんかそこで乖離が生じるんで、そこはお話をいつも直します。ゲームに合わせてお話直すというか、そもそもゲームに合わせて話を考えますね。なるほど。やれる範囲で。そういったスタイルっていうのは、昔からそうなのか、徐々に自分の中で蓄積されてきたスタイルなんですかね、制作のスタイル。スクエアエニックスさんって昔スクエアさんとエニックスさんっていう時代があってっていう話をしないといけないぐらいもう随分前の話なんですけれど、
昔僕ドラゴンドラグーンっていうゲームを最初に作った時にエニックスさんってやってたんですが、まあエニックスさんがお金を出し渋るというかですねそこはすごい叩いてくるわけで、買い叩くみたいなで、俺ないお金の中でどうやって工夫するかっていう時に、なるべく安くなるべく効率的に作るっていうことを身につけたっていうのが今の僕につながってる気がしますね。なるほど。よかったね。まあ逆に言うとそのゲームのデザインの部分いじるよりもシナリオの方をいじっていく方がコストパフォーマンスとしては楽ですよね。そうですね、字書くの直す方が僕と楽なんで。新しく仕様なんかシナリオ合わせて仕様入れるとか言うと怒られますもんね。そうです。あとグラフィックの背景とか増えるとすごいお金かかるんで、まあなるべくそういうところが影響がないように進むところで直していました。なるほど。大変興味深い話でした。それでは、まあ、せっかくなので、レプリカントの方の、リメイクのバージョン 1.22 の方と、まあ、リンカネーションの方を手掛けた伊藤さんと松川さん、ご自身で、担当されてタイトルが他のニーヤの作品と比べて、まあ、特に遊びの部分でどういったところが違うなっていうことがあれば教えていただけますかね。そうですね。まあそういう部分で言うと、まあ、レプリカントアクションかつまあちょっと若干古式ゆかし RPG みたいな文脈引いているところかなとは思ってます。まあそこはちょっとオートマタと分かりやすい差かなと思っていて、アクションのところだとやっぱり今回実際注力したところでもありますけど、まあ、人間らしい、まあ、シナリオとなんですかね、まあ、相性のいいアクションみたいなことを考えてやっていきました。なるほど。まあ、その人間がキャラクターだから、その人間らしい動きとかを意識して。そうですね。人間らしい動きもそうですし、あと倒す相手も、まあこれ、まあね、一応ネタバレですけど、まあ、相手も人間、生き物だから、人型のものであるんですね。そうですね。ちゃんとなんか痛そうにするだとか、はいはいはい、まあそういったところを結構意識したところですね。なるほど。松川さん、リンカネーションはまあモバイルのゲームですけど、はい、まあそのモバイルのゲームの中にそのニーヤを落とし込むっていうところではどういった感じを？そうですね、結構難しかったんですけど、まあ今回そのスマホゲームなのでアクションゲームとかだとちょっとこう長く遊んでいただけないかなっていう思いもちょっとあって、まあ、今回アクションじゃなくコマンドバトルっていう形を取らせていただいたんですけど、まあどうやってこうニーヤの独特な体験を届けるかみたいなのはすごいこう細かいところなんですけど、積み上げにはなるんですけど、まあ、結構工夫はしましたね。それこそ音楽とかは、まあ、何回か横尾さんにご指摘いただいて、だいぶスマホゲームだけど、まあ、音楽のその繊維とかちょっとした調整みたいなのは結構こだわれたんじゃないかなとは思ってますね。はい、先ほどの話で言うと、そのゲームのシステムに対して横尾さんがシナリオをフィードバックを受けて変更するってこともあるっていう話ですけど、そういったやり取りもありました？まあ、今回のリインカネーションはどっちかというと、まあ、横尾さんからどっちかというと最初の初期の、まあ、スマホゲームでこういう構造がいいんじゃないかっていうのをご提案いただいて、まあ、それをこう膨らましていったっていうのが結構あるので、まあ、結構最初から構想はなんかずれてないのかなっていう気がします、もうだいぶいただいてたものを作っていく、はい。まあ、とはいえなんかそのスマホゲームってこうだから、なんか今回のニーヤリインカネーションはこういう風に作ろうみたいな、まあ割とこうおおみたいなのが最初からあったんで、まあ、やっぱスマートフォンだと、まあ、最初が無料だったり、まあ、そのアイテムの課金だったり、かなりそのゲームの、まあ、制約というか、まあ、条件がいろいろあるじゃないですか。 はい、そのことはもう横尾さん自体が理解した上でそういった世界観を作った感じなんですかね。僕ですか、はい、なんかちょっと話ずれるんですけれど、今日若手の話をしてる時におっさんがなるべく喋らないようにしようっていう風な気持ちで今いたんで、こうぼーっと聞いた感じなんですけれど、スマートフォンのゲームを出す時に、まあニーヤのファンからおそらくスマートフォンかよって言われると思うっていう予測を立てたんですよね。はい、今週までずっと出てたタイトルなんで、今週まで出ることを期待されていて、スマートフォンで出るとなんかいろいろ言われるんじゃないかっていう話を最初に僕がして、で僕がしてっていうのはその松川さんにでお客様がそう考えるってことは、僕らお客様の気持ちをデザインする仕事なので、何かの思考で思い込んでる人っていうのはコントロールしやすいしデザインしやすいから、こういう風だろうってみんなが思うものがあるわけじゃん。そうするとスマートフォンゲームでだとしたらこういう風だなって想像したものを超えていけばみんなびっくりしてくれるから、それを目指そうよっていう話をしました。だからニーヤっていうコンシューマータイトルをスマートフォンにします、こうなるだろうなってみんなが思うものを僕らも思い描いて、それを破壊していくっていう作業をしてました。まあ、逆に裏を取りやすいというそうですね、感じではあったんです、なんか騙しやすいというか、
松川さんもそれを聞いてこれだったら驚かせることできるかっていう感じはしました？そうですね。なんかすごい新しいニーヤだなって思いました。最初の企画を聞いたときは。なるほど。はい。はい、ということでゲームのプレイの部分も、かなりバリエーションある作品ですが、やはりニーヤといえばその世界観とか、やっぱり絵作りですよね。その辺の統一性がやはりこのフランチャイズの骨子というか骨格になっていると思いますが、このキャラクターを作るために必要と思っている、ニーヤの要素や、あと、吉田さんとか、DK さんとかいろいろなイラストレーターに頼んでいらっしゃいますが、この辺りの部分でどのようにディレクションしているかってことを斉藤さんと横尾さんに聞いてみたいと思います。ディレクションというよりはまず最初にそのデザイナーさんが誰か決めてくるみたいなプロセスがあるんですけれど、ニーヤに関して言えば全部斉藤さんが決めてますよ、結果的に。ニーヤにもちろんなんだろう、もうこの人じゃなきゃ嫌みたいな話はなくて、スタッフにちゃんと確認をするんですけど、一番最初のニーヤを作る時のやりたかったことっていうのはあれなんですね、ドラッグオンドラグーンがやっぱり結構遊んだ方は分かると思うんですけど、トゲがある作品で、横尾さんに一番最初に言ったのは、ニーヤ作る時の物語でハッピーエンドにしてくださいって話をまずしたぐらいで、DK さんを選んだ理由は優しい線を描く人を起用すればきっと横尾さんも優しくなってくれるはずっていうぐらい、それでいろんなこれ本当にコミケに行っていろんな同人誌をもう漁ったり、知り合いの作家さんに強い方と話をしていい人いるっていう話をした時に何人か上がってきた中の一人に、DK さんがいて、でこのタッチ、この優しい感じならきっと横尾さんも改心してくれるはずそんな感じで DK さんにお願いしたり、秋彦さんの場合は、DK さんでは DK さんはもうそもそももう韓国に帰られてて、絵も描かない状態だったんで、じゃあ次誰かなって言った時にはやっぱりさっきの100万本の話じゃないんですけど、成功するぞっていう目標の中で、やっぱ世界で通用するイラストレーターさんっていう時に、もともとスクエアエニックスで一緒に仕事をしていた吉田明彦というやっぱり天才がいいなと思って、そこは横尾さんだったりとかプラチナゲームズさんに相談してどう思うって言った時に結構満場一致でぜひって感じだったので、横尾さんと一緒に交渉にお伺いさせていただいて、トントン拍子で最後は決まったかなって感じでした。先ほどのプロデューサーとして、周りを埋めていく作業のうちでやっぱりそのイラストレーターとかデザイナーの方はすごい重要な。そうです。音楽と、世界観は当然横尾さんと世界観は横尾さん、音楽は岡部さんっていうもう前作の時からやっぱり評価されていた方もいらっしゃったので、そこは当然崩すことなくさっき言ったイラストレーターさんは世界で通用する方ということで吉田明彦さんでアクションゲームであればどこのデベロッパーがいいかって考えた時にやっぱりプラチナゲームさん、でその座組を作ることってやっぱプロデューサーにとっては多分一番ではないかもしれないですけど重要なタスクだと思っていて、その座組ができたっていうところで私の仕事は本当に8割9割終わっているんですけど、そういうのがやっぱり大事だなと思ってやっておりました。よくプロデューサーがこの脚本をこの人でアートをこの人でゲームをこの会社に作らせればバッチリだみたいなことを言うんですけど、そんなうまくいくわけなくて今回オートマタたまたまうまくいった感じがありますね。それが偶然ハマった感はあります。でもあれなんですよ、最初やっぱ横尾さんって言うてみると頑固なんですよ。それはいい意味でやっぱ自分の作るべきものってことはちゃんと一本筋が通ってるし、で片ややっぱプラチナゲームズさんって職人なんですよね。やっぱアクションゲームを作るっていうこと、そこでやっぱり、契約自体がブレイクする可能性もあるなと思っていて、半年間横尾さんに大阪に行ってくれってプラチナゲームズさんのお膝元に行って半年間同じ屋根の下で物を作るってことをやってもらって、仮にうまくいかなかったらもうそこはもうお金かかってるけど諦めようと。相性チェックの半年間もありました。半年間あったんですよ。とりあえず付き合ってみるみたいな。そうです、言うても半年間だからまあお金かかるんですよ、本を作るっていう意味で。ケチではないんですよ、そういう意味で横尾さんはケチだそこで本当に半年間でうまくいかなかったらしょうがないなと。
でやっぱ座組それを無理に続けたら多分途中でもっとひどい目に遭うだろうな、そうでしょうね。はい、それをやっぱり半年間やってプラチナゲームズの今日来てないですけど田浦君っていうのはやっぱり素晴らしいゲームクリエイターで、横尾さんのことをちゃんと尊敬していて、やっぱり若手の中ではやっぱり次の世代を担うクリエイターなんですけど、横尾さんとの馬があったのも良かったなと思って、その半年間がなしでせーのドンでいった時にはもしかしたらなんか違う結果になってたかもしれないですし。なるほど。横尾さん的にはそういうプロデューサーさんが考えた座組の中でやっぱこれはなしでっていうこともこれまではあったんですか？斉藤さんに言われてなしでって言ったことないです。ないはい、たまたまうまくいってる感じですけれど、僕さっき性格がうまくいかないタイプみたいな話が斉藤さんからありましたけどそこそこ僕なりに頑張って仕事をしようとして、よく破綻して、実際オートマタの時も途中で破綻しかけたんですけれど、その時斉藤さんが大阪に飛んできてケアしてくれたりとか、そういう意味では何かこう優秀な人たちを集めたらうまくいくというよりは、何か誰かが一生懸命頑張ってそのメンバーを乗り付けする人、キーマンみたいな人がいて、それが場合によっては斉藤さんだったりプラチナの田浦さんだったりっていう、そういう状況があって初めてうまく成立してたんだなっていうふうに思いますね。なるほど。あと自分の作品とか自分の世界観をある程度かなり個性的なものを出している作家だと思うんですけど、横尾さんはそれでもやっぱり他人との共同作業の中で自分のものを発揮してるっていう意識がやっぱ強いんですかね？僕個人としては僕のなんか個性を表現したいというよりは、それぞれの人が全力でそれぞれのパートでやりきることが、共同作業の製品なのでゲームって、だから例えばゲームデザインを任せてる人であればアクションとかソーシャルゲームのバランスであるとか、そこはその人なりのベストを尽くしてほしいなと思っていて、で僕はシナリオとか世界観のアートのディレクションしてるんで、それなりのベストを尽くしてそれをうまくガッチャンコして成立させるのが大事なんじゃないっていうふうにずっと思ってますね。だから自分の何かを表現したいっていう気持ちはあんまりなくて、みんなで作ってちゃんとしたお金をいただくに値する製品を作るってことが大事なんじゃないかなって思ってます。コラボレーションありきでもそうですね。はい。じゃあ現在進行形もしくはもう最近それを経験した伊藤さんと松川さんとどうでしたコラボレーションする時のやり取りっていうのは？そうですね。なんか今おっしゃってたなんていうかな、各自でちょっと各自が好きな得意なことをやらせて、それがなんかうまいことガッチャンコするかみたいなところとかを形すり合わせていくみたいなところはそうだったなって実際今実感を持って聞いてました。で逆になんか何ですかね、任せられているっていうところがある分ちゃんとなんか面白いもの出しに行かなきゃいけないなと思いつつ、なんかですね、ちょっと臆してしまったりだとかそういったこともあってすごい真面目だから横尾さんに説明するときにすげえ面白くなさそうに話すんですよ。もっと自信を持ってやって面白いでしょって言えばいいのに、結構やっぱ真面目だから、遠慮がちに話すよね。緊張するか横尾さんは。そうですね。でもなんか他のアクション担当とかのなんですかね、他のもうちょっとなんかノリノリなメンバーとかもいて、これなんかチームでカバーできたんじゃないかなとは思ってます。トイロジックさんとしてはもちろん他の会社さんとかと一緒に仕事することもあるんですけど、このチームの中だとやりやすさとかあと緊張の度合いとかはどうなんですか？やっぱり結構ビビっちゃう。いやはちゃめちゃに緊張してましたよ。声が裏返ってやっぱりなんか言い方ですけど天下の横尾さんみたいな感じのイメージで社内的にもみんなおい行ってこいよって言って緊張する感じなんですか？そうですね。なんかうち元キャビアの人が多いんですごい脅かしてくるんですよ。横尾さんってやばいんすよみたいな。横尾さん秘話みたいなすごいみんな話す。キャビアっていうのは僕は元いた会社なんですけど、はい知ってるからこそ怖いっていうところもあるかもしれないですね。そうです。でもなんだろう、実際は噂半分みたいな感じでやっぱりちょっと斉藤さんとかもおっしゃってましたけど、やっぱりしっかり面白くするためにはみたいなところを理屈立ててちゃんと説明して一本筋通そうとするみたいなところは実際今後私のゲーム化ギター人生見習いたいと思っているところで、今回一緒に仕事できて本当に良かったと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ松川さんの方はどうでしょうか？そうですね、僕はなんか多分横尾さん斉藤さんと一緒にやらせていただく前が、新規で自分で一人で作ったみたいな経験がなかったので、そこは結構
コンプレックスに感じていた部分があったんですけど、まあとはいえなんかそのめちゃめちゃゲームをやってる自信とか喋れる自信は結構あったので、まあアプリボット側からこうアサインしていただいて今回ご一緒してるんですけど、なんでしょうね、あんまりこう自分の我が当時はなかったんですよ。なんかどっちかというとなんか横尾さんが言ってくれたものをいいものにしたいなとか、なんかその基本的に受け身だったんですけど、まあ横尾さんと斉藤さんと一緒に仕事させていただいて、結構まあ得るものがまあ多分に結構あったんですけど、まあそこから結構、なんていうか自分の強みこっちだなみたいなのをちょっと僕は結構見つけさせてもらったところがあったので、じゃあなんか本当のどんどん自分がやりたいことをあそうです提案するようになったんですか？そうですね。なんでちょっと序盤の時は多分そんなにコラボレーションできてたかって言われるとそうではないと思ってて、どっちかというとはいやりますみたいなことをずっと言ってた記憶がありますね。序盤いるかいないか分かんなかった。いやいやいやいましたいました。そうだよね。最初からいました存在感薄かったですね。最初から言いました。はい。なんですかまあでもそういう意味では結構開発の方に裁量は任せてる部分が大きいんですね。そこはもう横尾さんの判断、まあ、最後は当然横尾さんアウトプットとして出る前は横尾さん判断なんでしょうけど、それでも任せられるようになったタイミングから横尾さんはここはもう任せていいですよって感じの切り分け方をしていくのかな。クリエイティブディレクターなんで現場にずっとべったりしてるわけではなくて、週1とかで会議をしてそこでレビューするみたいな進め方だったんですね。そういう意味では僕が現場のスタッフみんなにわーって行ったりするような状況はないので、そんなに恐れる必要はなかったんじゃないかなと思います。そうですね。まあとはいえね、見えない圧力とかもちろんあるんでね、その作品から出てるオーラとかもあるんで、なんかダメなところとかできない時にその会議とかで行ったりするんですけれど、なんか結構不思議なところができてなかったりして、そこで僕はすごい怒ったりすることがありましたね。そうですね。なるほどはい。そうですね、音で変な音が入ってるとかがよくあって、なんかブツッとかでなんでこの音が入ってんのみたいな話をずっとしてました。はい。今でも不思議なんですけど、なぜ謎の音が入ってるのか。いやただちゃんと確認不足だと思います。はい。まあそういう根本的なクリエイティブアシュランスっていうか品質管理の部分ではやっぱりツッコミは入れるそうです。だからクリエイティブとかなんだろう、作家性とか以前になんか変な音が入ってるとかってそこの話を俺たちはするんだみたいな、そういう感じでした。その松川さんの方からなんかゲームの内容とか仕様の部分でこういうのは面白いんじゃないかっていう提案することもあったんですか？そうですね。結構後半というかまあ中盤以降は結構させていただいて、まあ僕が思うそのニーヤリインカネーションってこうだからこういうの入れたいですっていうのは結構相談させていただいて、でその時にその横尾さんらしいまあその世界観というか味付けというか、まあニーヤだったらこういう見せ方がいいんじゃないかっていうのはもう一アドバイスぐらいいただけて。なるほどなって思って持って帰って実装するっていうのは結構やらせていただいてましたね。なるほど。はい。なんか具体的な部分でなんか言えるところあったら。そうですね。まあでも結構今回その UI とかは割とこちら側がこう提案してこういう UI にしたいですっていうのを結構持っていかせていただいたんですけど、まあそこに関しては結構なんていうか認めていただいてというかなんかご好評いただいて、そこにまあこうもうちょっとこういう手触りとかなんかその見た目みたいなのは付け足してった方がいいんじゃないのっていうのはいただいて、まあ、ブラッシュアップされていったというところがありますね。横尾さん的にはその自分が作るもの以上のものをなんか見せてほしいとかいう気持ちもあって裁量っていうのはやっぱり与えてる部分はあるんですかね？そうですね、まあ見せてほしいというよりは、まあ、なるべく僕はやらなくて済むんだったら楽でいいなっていう気持ちでやらせていただいてるんですけど、そういう意味では先ほどの UI とかはアプリボットはすごいチームが優秀で、僕すごく UI に対してリテイクを出すんですけれど、今回僕の今まで作ったゲームの中で一番リテイクが少なかったっていうぐらい、リテイクがなかったケースでしたね。一方ですごいアイデアが出てくることはいいんですけど、例えば松川さんがシューティングを突然入れてなんだろうな、あれベータの時に突然入れてきてで俺は知らなくて急に入ってたからびっくりしたんですけれど、その時にスマートフォンでツインスティックシューターになっててめちゃくちゃ難しくてこんなの誰も遊べないでしょっていう仕様になってたから、これは難しすぎるからなんか照準は自動自するとかしないとダメだと思うみたいな、そういうところを直してましたね。なるほど。難しすぎますよ結構面白いものもぶっ込んできたところもあるんですね。そうです。その情熱はいいんですけど難しすぎるなはい、ご迷惑をおかけしました。はい。はい。
あとは、もう一度伊藤さんに戻ると、レプリカントはまあ当然ながら、今回リメイクという形だったんですが、もともと作品があるからこその苦労っていうものはあったと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。そうですね。やっぱりリファレンスが多いっていうのがいいところも悪いところもあって、普通に11年前の原作やオートマタっていうのが、なんですかね、その時の感情を再現しようだとか、オートマタのこういいところを再現しようだとかいう参考にすごくなったんですけど、引っ張られすぎてしまうところもあって、オートマタで言うとさっきやったアクションがなんか最初人間らしさが大事なんですって言ったんですけど、めちゃめちゃ最初人間離れしていてアンドロイドになってしまっていて、これはちょっと失敗だったなみたいなのもありましたし、やっぱあと11年前のに作られたものになんか最近作ったアクションとか絵とかぶっ込んでるので、やっぱちょっとどうしてもつなぎがアンバランスになってしまうようなところがあって、やっぱりRPG 部分のなんですかね、スクリプトでちょっと演出しているところとかもたくさんあったんですけれども、そういったところでちょっと思わぬところですごい苦労が出てきましたね。昔の解像度とか絵とかだと全然モーションがパッと飛んでも気にならなかったけど、今この絵でやるとかなり変だぞとかいうのが、最初に分かったかもしれないけど、あんまちょっと最初想像つかなくて、後から結構ヒーヒー言いながら対応してました。難しいですよね。グラフィックも含めて今回声とかも新しく入れたりしてる部分もあるんで、そうなると結構そのキャラクターが生々しくなるのにかかわらず、ちょっとモデルがまだまだ人工的だったらなんかちょっと微妙な差がなんかその不気味な谷みたいな形で残ってくるのでね。でやっぱそういうところを最終的に調整するのはやっぱ結構時間かかりましたか。かかりましたね。ちょっとなんですかね、さらに丁寧なつなぎにしようだとか、そういったところも一緒に現れたりして、結構フェードの間とかそういうのって指示いただきましたよね、福川さんから。はい。音で例えばムービーからゲームとかにつながるときに、よくあるのがそのムービーのシーンでバツッと音が一回ゼロになって、ゲームのシーンに戻ってフェードインするみたいなのがあるんですけれど、レプリカント、リンカーネーションもそうなんですが、基本的にはシーンをまたいで曲がクロスフェードしていくような、そういう構造になってて、そんなにそこで音楽がバツッと切れるような感じはしないっていうのがもともとの作りだったんですけれど、それでその時にフェードをあんまり早くしすぎると変な感じになったりするので、そこをもうちょっと伸ばしてみたいな修正が結構終盤に多かったよね。はい、めちゃめちゃやってました。当然ながらかなり昔のゲームのリメイクと、オートマタっていう作品がある以上、結構ゲーム自体のトレンドが変わってきたじゃないですか。そうするとやっぱりその環境音の扱いとかその辺ってやっぱりだいぶ今の人と昔の人違ってますよね。環境音だけで言うとレプリカントの昔と今回ってあんまり変わった感じはなくて、その昔のデータをそのまま持ってきて最新のライブラリに入れたらおかしく聞こえるみたいなトラブルがいっぱい発生して、それをこうモグラ叩きみたいにずっと潰してたっていうのが現状でしたね。最後までやってました。なるほど。最後ってあれですよ、本当の最後ですもうマスター1回出ましたみたいな、その後に音を調整してました。もうデーワンみたいな話。いやもう本当にその通りです。ディレクターのもう言いなりです。やっぱりその昔のものを今に復活させるっていうのはなんかそのユーザーとしてはリメイクとかリマスターとか簡単だと思われがちなんですけど、意外なところにやっぱりネックがあると思うんで、そのあたりやっぱり苦労はいろいろされてるんですね、やっぱり。そうですね。あと僕斉藤さんにはずっとレプリカントのリマスターとかリメイクとかいらないでしょっていう話をずっとしてて、それだったら新しいの作ればいいじゃんって気持ちがあったんですけど、スクリーンさんクライアントなんでやれって言ったらもうやるしかない。結構あれなんですよ、遊べる環境がなくなりつつあったんですよね。プレイステーション3を頑張って買うっていう選択肢はあるんですけども、でも本当にアーカイブとかで遊べなくなりつつあったので、それを考えるとオートマタでやっぱり結構な人数の方に遊んでいただいているんですけど、おそらくレプリカント遊んでないっていう方の方が当然多いので、であればここで遊べるものを一回作っておくのは、ニーヤっていうタイトルにとっていいなと思ったので、やろうと。フランチャイズとしての連続性を持ったままユーザーも遊んでくれる、10周年っていう記念の年っていうの、結果11周年1日目になったんですけどそれも含めてやっぱり10周年っていう一つのなんでしょうね、節目に10年前のゲームを遊んでいただくっていうのもありかなと思っていて、
ただもうこれ誰もが思ってると思うんですけど、開発側にいる人間のここまでを別に望んでなかったなやりすぎやなっていうのが正直まあだからなんとも言いにくいリメイクですらない。まだそれで横尾さんはバージョンアップっていう言葉を使ったんですけど、リマスターを作ってるうちにリメイクに近づいてて、よくわからないものになったっていうのは最近リメイクってファイナルファンタジー7とかで、はいはいあそこがリメイクの基準になってしまうとそれは大変や、まあ最近ねゲーム業界も昔のものを出すってことは珍しくなくなってきて、言い方も変わってきてね、リメイクが最近ディレクターズカットみたいな話になってきて、ディレクターズカットって何やってんっていう感じがしますよね。そうなんですよ。まあ、でも本当に遊んでいただいた皆さんからはね評判良くてね、よかった嬉しいです。はい。でまあそこからまあさらにまあモバイル版までのまあそのフランチャイズの展開ですが、まあリンカネーション自体をまず作ろうと思ったきっかけみたいなのっては斉藤さん側にあったんですか？これもともと吉田明子さんとお仕事をするにあたって吉田さんが所属しているそのサイデザイネーションの会社の親会社のサイゲームズさんの社長の渡辺さんと話していて、もしスマホ版やるんだったらうちでやろうよみたいな話を一番最初の時にいただいてたんですけど、正直な話をするとオートマタがこんな売れると思ってなくてこんな売れると思ってれば多分もっと早いタイミングで極端な話発売からそんなに時間を置くことなく、スマートフォン版って形で違うニーヤっていうものをやっぱり出すっていうのは戦略としては多分商売としてありだなと思ったんですけど、正直そんな売れると思ってなかったので、そんな話もすっかり忘れていて、でそんな中であれちょっとオートマタもしかしてバズってねえかみたいな話があってでスマートフォン版やろうかなという時にそういえば渡辺さんと話したなっていうところでお話をスタートしたって感じでした。なるほど。じゃあ一応まあ最初の段階から少し念頭にはあったということですね。もちろんサイゲームさんがスマートフォンをメインにした会社だったので、そういう話があればっていう話だったんですけど、その時は秋彦さんを使えるっていうことの喜びが上回ってそんな問題は大した問題じゃないいいですよぐらいだそんな未来が来ると思ってなかったでもその時横尾さんも一緒にいたんですよ。僕もいいですよって全然棒読みで答えてましたそれぐらい本当にそれぐらいだったんですよ。なるほどね。でもまあバズってるっていうにはちょっと気づくの遅すぎいなんじゃないやですか。遅かったんですけどねそうですよ売れた後に気づきましたから、私すごいスピードで100とか言ってすごいなって言ってたんですけど、そしたら勢いが止まらず200、300みたいなこれはやらんとあかんなみたいな。でまあそのリンカネーション時代の開発はアプリボットさんが手掛けていますけど、アプリボットさんとしてはなんかこの作品がもうすでにビッグタイトルの状態で話を受けているわけですよね。そうですね、はい、まだ中ヒットぐらいだったじゃん。いやでも僕話いただいた時もう350は言ってました、350言ってた、はい、大ヒットですね。はいもうそれでやっぱり話としてはまあよっしゃっていう気持ちと緊張感って両方合わさっている感じですか？そうですね、緊張の方が大きかったですね。なんか多分当時JRPG みたいなのでそれだけの本数売れてるタイトルそんなになかった記憶なんですけど、なんか久々に日本からその海外も含めてなんか350とかそれぐらいの数売れてるタイトルがニーヤで出てきたなっていう印象だったんで、それのスマホ版自分がやるのみたいなぐらいのプレッシャーはありました。しかももちろんコンソールゲームとしても海外でもすごく売れたし、リンカネーションも海外で展開するということで、その海外展開に関しては何か不安とか自分ソーシャルゲームってちょっと日本に特徴的なデザインが多いじゃないですか。それは不安はなかったですか？そこは全然ありますね。ただそれ以上に遊んでいただいたお客さんにどれだけいい体験届けられるかっていうところを結構考えてたので、確かにちょっと海外の方だとスマホゲームっていうところだけでもうってなる方は多いと思うんですけど、それ以上にちょっとぜひいいものを作って自信はあるので、触っていただけたら嬉しいなという思いで、出していこうかなと思ってます。でこれは全員に関わることなんですけど、そもそもローカライズ版を作るっていうのはやはり苦労なされてると思うんですけど、特にシナリオ部分とかはどれぐらい理解されるかっていうのは一般の人の言語なので、その辺に皆さん、どうでしょうかね。苦労話とかありますか？僕は翻訳しないんで苦労もクソもないんですけどでもやっぱ10年前にお付き合いを始めた8の4さんが、やっぱ横尾さんの世界にすごく
共感していただいて、そこでグロッサリー作れたのがやっぱ一番大きいかなとそう思います。ですね、はい、お世話になってる会社さんが、はい、じゃあもう横尾さん56が、ローカライズの業者さんにはもうあって、そこはもう理解があるってことですね、はいそういうなるほどなるほど、それは強いです。強いですね。それはもうすべてのプラットフォームのゲームに対しては同じ用語集が使われている。おそらく、リンカネーションもベースとなってるニーヤのグロッサリーみたいなものって言ってるよね、きっと。英語版はあるんじゃないですか、あるよね。はい英語のグロッサリー英語版は8の4さんにそうだよ。はい、はいやっていただいてます。だから8の4さんがいなければこんなヒットはなかった。そうですね、はいいやでもなんかすごいらしいですね。僕も全然英語のニュアンスとか細かいところまではわからないんですけど、なんか8の4さんから翻訳上がってきたやつが、なんか本当に短い文なんですけど、なんかネイティブの人の心が動くなんか英訳になってるらしくて、あ、そんなに違うんだって思いましたね。素晴らしいですね。まあそういった意味では、じゃあ英語版に関しては強いパートナーがいるから結構安心して届けられるっていうことで、そうですね。まあ、実際かなりのファンの方々は英語圏の方々だと思うので、うんまあ、その人たちもまあ面白いもんですよね。違った言語でもその日本のファンと体験を共有してるっていう、まあ、幻想といえば幻想かもしれないですけど持ってきてるっていう。でまあ中国語版に関しては簡体字と繁体字も作ってますが、こちらの方はどういった、形でローカライズなされているんでしょうか。はい、まあ、今まで通り中国版はちゃんとやりますという話で、まあ、いつかっていうのはなかなか言いづらいんですけど、ぜひお待ちいただきたいなと思ってます。なるほど。はい、まあ、遊びたい方はもっといるとは思うんで、はいまあ、その言語が増える形でまたファンベースは増えてくるとは思うんで、はいまあ楽しみにしているとはそうですね思いますが、アジア地域はやっぱりニーヤファンの方結構いらっしゃるって話は聞いているので、まあ、特にコスプレとかをね、結構やっていただいているお客さんがいっぱいいるので、ぜひですねリンカネーション遊んでほしいですね。はい。まあ今回このチャイナジョイという形の中でのパネルディスカッションなんで、まあ最後の本になりますが、まあ中国の開発者とか、まあこれからまあ中国に限らず若手の開発者などに何らかの応援メッセージとか、こういうことをやればいいよっていうなんかアドバイスがあれば、ちょっとお一人ずつ伺いたいと思いますが、斉藤さんからですか。はい、私実は知られざる肩書きでスクエアニックスチャイナの役員をやっててもう何年も行ってないんですけど、もともとオンラインゲームを実は中国でリリースした時からずっともう長いお付き合いで、中国にニーヤオートマタをはじめレプリカントリンカネーションという形でファンの方がいっぱいいることは十分存じ上げているので、ぜひですねたくさんの方に遊んでいただきつつ、私が昔作ったそのクロスゲートって MMORPG を学生時代に遊んでいた人たちが今実はゲーム業界で結構いいポジションにいたりとかするので、まあ、ニーヤに関しても学生時代に遊んでいた人たちがゲーム作りたいなとかって思っていただいて、もう何年かした時に私とか横尾さんが引退する時になんかお疲れ様でしたって言ってたくさんお金をくれたりすると嬉しいなとでも本当頑張ってなんかやっぱり中国のクリエイターの方たちってやっぱ技術力がもう目に見張るスピードでやっぱり、まあ、進化してる人はおかしいですけど素晴らしいアウトプット出せるようになってきているので、私は個人的に一ユーザーとしても楽しみだし期待したいなと思ってます。はい、じゃあ横尾さん。はい、中国に限らず若手の方に僕すごく思うのは、僕が若い頃ってなんか年上が邪魔だなってずっと思っててもう年上をなんとか滅ぼして自分の作りたいものを作りたいと思ってここまで来たということがあるので、まあ、基本は年上の言うことは無視して頑張ってくださいっていうのが僕のメッセージですっていう年上からのメッセージまあ打倒横尾太郎ということで。まあ僕に限る打倒斉藤陽介含めまあなんか40歳以上はもう滅ぼしていいんじゃないかな若い人、はい、いらないですよまあアジアで言えば日本以外の国はすごい若い人が多いところはいっぱいありますからね。はい、だからもう40以上みんな滅べっていうのが僕のメッセージです。はい。じゃあはい、そうですね、まあ、アドバイスとかじゃなくて今回の開発で実際にちょっと実感したことになるんですけれども、まあ、これゲームに限った話じゃないんですけれども、体は大事だなって思いました大事体が元気だとね心も元気になって、心が元気だと自分が大事なものとか大切にしたいものとかが、まあ、ノイズなくねちゃんと考え続けられると思うんですよ。今回実際そう思ったんですけど、だんだんもう疲れ果ててくるともう何がいいのかわからんみたいになってくるんですけど、なったんですけど、ちゃんとだからやっぱりまず体を大事にするところだなと思ってます。
最近のは横尾さんの真似してコーラばっか飲んでるからね。違う、あれ別に横尾さんのもあれじゃないです。俺はコーラ、大切にしてるんだ。俺コーラゼロなんで結構違いますよね、コーラゼロの普通のコーラは。あ、そうですか。コーラ、普通のコーラ飲んでるの？いや、僕コーラゼロですけど、横尾さん普通のコーラ飲んでます俺、コーラゼロだ。一緒緒だ。だ。進行してました。横尾さんの影響です。コーラゼロは体にいいから。カロリーと糖類は気をつけましょうねという話ですかね。はい、じゃあ松川さん最後。はい、そうですね。まあそのみんななんか全体の若者に刺さるかはさておきなんですけど、僕がこのプロジェクトで結構大事にしてたことなんですけど、まあ先ほど横尾さんがそのおじさんはなんか亡くなればいいとか言ってたんですけど、まあ僕どっちかというと逆で、若者なんでなんかそのとりあえずなんかはいはい言っとくことが結構大事かなと思ってて、要は僕は結構経験値はないんですけど、まあいつか抜きたいなって思ってるじゃないですか大体。なんでまあしたたかにちょっと、言葉は悪いかもしれないですけど、うまく横尾さんから引き出して、なんか横尾さんがこう50年で気づいた考えをむしろ20代のうちに全部吸収できたら僕の方が人生勝ちじゃんっていうのが僕のロジックなんですけど、まあなんかそんな感じで、なんかもしメンタルが強い方はそうやってヘラヘラしながらうまく引き出して、時には怒られて、でもなんかちょっとブッとするからその横尾さんに次喜んでもらえるアウトプット出してみたいなループを繰り返していくと、なんか人一倍成長できるんじゃないかなっていうのはすごいちょっと最近感じていることなので、まあしたたかに上の人たちを若者はこう抜いていくことを考え続けたいなというふうに思います、ね。まあベテランとか業界の先輩の技を盗むという感じですかね。でもまあ別に30歳でそこまでたどり着いたらなんか結果は勝ちなんじゃないかっていうのがちょっと、まあそういう意味ではでもまあ大きな IP かつ有名なクリエイターとともに仕事できるのはまあラッキーといえばラッキーです、ね。いや本当ありがたい環境ですね。まあでもちょっといつか抜かないとなっていう、抜くことが恩返しかなとは思ってはいるので、まあオリジナル IP とかを作るとかそうですね。はい。実際レプリカント開発してもちょっとでも思いましたね。私別にしたたかじゃないんですけれども、なんかやっぱり田原さんとか横尾さんとか斉藤さんみんなまあ一流どころの人とやってると自分が見えない景色みたいなものをふっとした時になんか見せてくれるところがあって。でなんですか、なんとなくイメージとしてはひょいって、ね、腕を持ち上げられてこんな景色もあるよと見せるような感じなんですけど、そういったことがあるとやっぱなんか自分の中の限界値っていうのが上がっていくと思います。ただ、なんかメンタルが強い人がって言ったみたいな落下ダメージがあるんで結構覚悟はいるなと思ったんです。はい。ということで、まあ、あっという間に時間はおりましたが、今回、チャイナジョイのチャイナゲームデベロッパーズカンファレンスの、まあニアチームからの、パネルディスカッションということで、まあ、非常に面白い話が聞かせていただきましたということで、まあ、今回は、中国の方々を含め、全世界の方々にこのビデオを公開するということで、まあ、最後はここで、皆さんに向かってさよならをして終わりたいと思います。じゃあ皆さんご清聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。今日話したことは全部嘘です。すごい面白い。